通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、実写版モアナからの話題になります。いよいよ本国ではですね、本日から公開です。以前から大変話題になっておりました実写版モアナですが、今回批評家からのレビューが解禁となりまして、これがディズニー実写史上最悪の評価になったと言われています。ロッテントマトは当然ロッテンスタート。これに伴いですね、興行収入予測も更新されているんですが、それはとんでもない数字になってしまっているというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんいよいよ本日ですよ。本国ではこの実写版モアナ公開になります。で、これに合わせましてですね、ようやっとこの批評家たちのレビューが解禁になりまして、もうね、大変なことになりました。ディズニー実写版モアナプレミア上映後の最初の反応。モアナの正式批評レビューは7月10日の劇場公開に先立ち、7月8日までエンバーゴ、これ以前勉強しましたね。つまりこの期間が禁止期間になっていると。7月8日まで禁止となっている。しかし、プレミア上映の報道関係者や来場者には SNS で短い感想を投稿することが認められた。その反応は賛否が分かれており、よく見積もっても評価はまちまちで、中には非常に辛辣な意見も見られる。一部の観客からは、そもそもディズニーがなぜこの映画を作ったのか疑問視する声まで上がっている。ということで、このね、実写版モアナ、以前からね、もうまさにこれが叫ばれていたんですね。じゃあちょっとね、概要から見ていきますが、まずね、こちら、実写版モアナ、2026年版ですね。で、これは2016年に制作されました、CG アニメのモアナ、これの実写化です。つまり、あれから10年経っているというわけですね。で、これが10年経ったと見るか、10年しか経ってないと見るか。これはね、それぞれなんじゃないかなと思いますが、どちらかというとまだ10年しか経ってないと言われる声の方が多いようですね。これね、公開時点で10年ですから、発表されたのはもっと前だったんですね。つまりその時点では、まだ10年も経ってないじゃないかと、このように言われてしまっていたわけです。そしてね、キャストも大変注目されました。なんといってもね、ここですよ。マウイ。これをですね、CG アニメ版のマウイを演じておりましたドウェイン・ジョンソンが演じると。こういうことだったんですね。で、このファーストルックが公開されたところ、これただズラ被ったドウェイン・ジョンソンじゃねえかと、このように言われてしまっていたわけですよ。あと、やはりね、ちょっと年齢的なもので、さすがに年取りすぎなんじゃないのと、こう言われていたわけですね。そしてさらに言われておりますのが、これらですね、海、ヘイヘイ、プアとありますが、これ全部ね、CG なんですよ。これはね、ディズニーの実写化でよく言われることですが、結局ね、この画面に見えてるもの、ほとんど CG じゃねえかと。なんでこれを実写化と言うんだよ。このように言われてしまっていたわけです。で、これによりですね、こちら、3ヶ月前に公開されました、オフィシャルトレーラーですね。現在987万回再生されておりまして、見てください、こちら。高評価 6.3 万、そして低評価20万ということで、とんでもない低評価ボームを食らってしまったんですね。ここね、ロックに被せたウィーク、マジウケる。これは YouTube の奥底で見かけるパロディ AI トレーラーに似てる。これ3ヶ月前のコメントですよ。なぜこんなものが必要だったのかとしか言いようがない。ね、これ先ほどのハリウッドリポーターで全く同じこと言ってました。一部の観客はディズニーはなぜわざわざこの映画を作ったのかと疑問を呈している。つまり同じことが3ヶ月前から言われていたんですね。そして蓋を開けてみたら批評家もこれを言っていると。そして出てきた評価がこれだったと。ディズニー実写版モアナ厳しい初期反応。今年最も見にくい映画の一つと酷評される。すごいでしょ。ここね、アゴビですありますが、見にくいの最上級ですね。最も見にくい映画と、このように言われてるんですよ。2026年版のモアナは、ディズニーが手っ取り早く簡単に金を稼ぐためなら、どこまでやるのかを示している。これは不要な実写リメイクであり、ほぼ一コマ一コマ、展開一つ一つまでオリジナルをなぞっているだけで、わずか10年前に、すでにより良い形で描かれたもの以上の新しさを何一つ提供していない。映像は非常に平坦で、多くのロケーションや水の表現、生き物、さらにはミュージカルシーンに至るまで、グリーンスクリーンと CGI に過度に依存しているため、全体的に魂がなく不自然に感じられる。ドウェイン・ジョンソンの本来の魅力も、筋肉スーツによって損なわれている。ね、今回のですね、ドウェイン・ジョンソン、あれね、筋肉スーツ着ています。いよいよなんでドウェインなんだって話なんですが、ね、つまり今回出てきた酷評というのは、ほぼ、これね、一般のファンが以前から言ってきたもの、そのものなんですね。実際蓋を開けてみたら、批評家も同じことを言っていたと。ということでこちらね見ていきましょう。2026年版の実写版モアナ。
現在ね、こちら、オールクリティクスしか出ておりませんが、36% と、このようになりました。ちなみに、これね、32% スタートだったということで、そこから 38% まで上がったのを確認しています。この収録が始まるまではですね、実は、これね、さっきまで 38% でした。これがね、今37、36と起こってきているんですが、一時は上がったんですね。票が少ないので、この数字動きやすいんですが、現在ね、この辺りで上がったり下がったりしていると。こういった状況。つまり、ここからドカーンと上がってね、一気にフレッシュになりました、みたいなことは、ないでしょうね。でね、この数字というのは、実写版モアナがロッテントマトで 32% のスコアを記録して出る。これは、ディズニー実写リメイク作品の中で最低評価の一つとなっている。でもね、皆さんここで思いませんか？まさか、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさん主演、ディズニー実写版白雪姫より、このモアナが低くなるわけないだろう。そう思いませんか？はい、こちら、実写版白雪姫です。低いんです。なんと、モアナ、こちら見てください。これね、オールクリティクスですね。なんとこのモアナ実写版白雪姫より低いんです。いやー、これはすごいでしょう。まさかここに来て、白雪姫を下回る実写映画がディズニーから出てくるとは。こちらね、実際トップクリティクスのね、評価見ていきますと、この方フレッシュですね。この作品について言える最大の褒め言葉は、そもそも存在する必要が特に感じられない映画ではあるものの、それでも少なくとも娯楽作品としては成立しているということだ。ということでね、褒めてるんだかけなしてるんだかわからないような表ですが、フレッシュをつけてるこの人もね、存在理由がないというところでは一致してるんですね。この作品には、モアナのこのシーンを実写化したらどうなると、動画生成 AI のプロンプト欄に打ち込めば、再現できるとしか思えない瞬間しか存在しない。新作映画に登場するセリフ、展開、楽曲のほぼ全ては、ところどころ些細な手直しや追加のギャグが加えられている以外、2016年版と同一だ。この映画が存在することに芸術的、あるいは美的な理由は見当たらない。こちらもそうですね。ディズニーの作品で最も創造性に欠ける。ここもそうです。あらゆる創造性は海へと消えてしまった。ということで、皆さんね、ほぼほぼフレッシュの方も含めて言ってることが同じ。2016年版そのまんますぎて作る意味がない。存在理由がない。ここなんですね。そしてこれに合わせまして、本当にね、もう直前になります。最新の興行収入予測が出てまいりました。興行収入、モアナはチャッピー・ワーターズに直面するかもしれない。ということでこちら、チャッピー・ワーターズとあります。こちらが本日のキーワードになります。Choppy. 海、湖、川など、風によって小さく荒い波がたくさん立っている状態。ということでこちらのね、チョッピーというのは、波が打っている状態。小さい波がたくさん立っている状態。こういった意味になるんですね。割るのチョップってあるでしょ。ここから派生して形容詞になったものですね。なので水の表面をトン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 ってぶつ切りにしてるようなイメージ。音声がね、ブツブツと途切れるとか、画面がカクカク動く。こういった時にも使われます。で、先ほどの見出しではこの後ろにね、waters とついておりましたが、これでね、一つの言い回しとなっておりまして、波打つ海面となり、これが比喩的に使われることによって、困難な状況だとか、先行きが不透明な状況、これを指しているんですね。で、ちなみにここね、watersということで S がついておりますが、これね、水域とか海域、これを指すときに S がつくんですね。なのでこの場合はね、こういう言い回しなんだと覚えてしまっていいと思います。ということでこちらは、興行収入、モアナは荒波に直面するかもしれない。ということで、つまりは、モアナといえばね、海ですから、ここにかけているというわけです。追跡調査、サービス各社は、ディズニー実写版ミュージカル映画、モアナが北米3875館で公開され、公開週末に6000万から6500万ドルの興行収入を記録すると予測している。さらに、一部の映画関係者や競合スタジオは、オープニング興行収入が4000万ドル前後にとどまる可能性もあると予測している。もしそうなれば、モアナの制作費が2億5000万ドルという巨額であることを考えると、壊滅的な結果となる。しかもこれは、スタジオが世界規模で投入する、莫大なマーケティング費用を考慮する前の話だ。北米市場では、モアナはディズニー実写リメイク作品の中でも、比較的低いオープニング成績になると予測されている。2019年のダンボ4500万ドルや、2025年の白雪姫の4200万ドルと同じグループに加わる可能性があり、これらの作品はいずれも巨額の制作費に見合わず、興行的に失敗した。で、こちらね、ボックスオフィスプロの興行収入予測、こちらね、更新されました。見てください、これ。4500万ドルから5500万ドルです。このレンジって
スーパーガールとほぼ変わりません。やばいでしょ。しかも、先ほどもありましたが、こちらね、見てください。バジェット。なんと2億ドルから2億5000万ドルと。ちなみにね、バラエティはこれ2億5000万ドルと伝えていましたね。このようになっているので、制作費自体はスーパーガールの比じゃないんですね。で、これというのはね、批評家の評価が出たからこれが下がりましたというわけじゃないんですよ。これは実際の前売りの状況を参照して、業界関係者向けに予測されています。ただ、一つね、これがスーパーガールと違うのは、こういうね、ディズニー実写版映画って、海外に強いでしょ。スーパーガールは海外全然ダメだったんですよ。なので、国内興行収入が同レベルになったとて、興行収入全体がね、あれと同じ推移をたどるということはないと思います。さすがにね。で、さらにはこれね、ファミリームービーなんで、スーパーヒーロー映画よりはね、伸びやすいんじゃないかなと思います。とはいえね、もし2億5000万ドル、ここにかけているとなった場合は、単純計算でね、こういった大作映画、ものすごいマーケティング費用かけますから、7.5 億ドル出してトントンみたいなレベルになるでしょ。だからオデュッセイヤと同じで、10億ドルは出さないと形にならない。なんですが今回、とんでもない低い興行収入予測となってしまっておりまして、壊滅的と報道されているんですね。こちらボックスオフィスのトラッキングアカウントですね。モアナの前売り券売上は約1ヶ月が経過した時点でわずか400万ドルにとどまっている。ドウェイン・ジョンソン主演のこの映画は北米オープニング興行収入が5000万ドルに届かない可能性すらある。業界誌が昨日報じた世界オープニング1億3000万ドルという予測は今となっては実現不可能に見え、1億ドルに届かない可能性さえある。ディズニーはね、先ほども言いましたが海外強いんで、ある程度行くとは思うんですけどね。正直なところ、ドウェインが出演している映画だと分かると避けたくなる。もともとこの作品に興味があったわけじゃないけど、それでもそう思うんだ。前にも誰かが言ってたけど、この映画を作る理由は本当に全くなかった。残念ながらこれもまた、ジョンソンにとって興行的失敗作の一つになるだろう。ね、みんなブラックアダムのイメージが強いんですね。入場料だけで20ドル近くかかるし、飲食代も20から30ドルはする。安い娯楽ではない。それに加えて映画の質も問題もあるし、周囲に他人がいる、公共の場だという意識もなく、自宅にいるかのように振る舞う観客もいる。そうなるとお金を払う価値があるとは思えない。そして今はどうせ1から6ヶ月もすれば配信されることが分かっている。だから待って自宅で見た方があらゆる面で体験として優れている。ね、だからどうせすぐ配信されるんだから、わざわざ映画館に行く必要がないと。ロックの転落ぶりは研究されるべきだ。かつてはハリウッドで最も稼げるスターの一人だったのに、ここ数年はヒット作に恵まれていない。これね、4つの違う映画ですって言ってますね。2000年以前なら大ヒットしていたであろう作品が不振に陥っている背景には外的要因もある。単純に言えば、こうした作品を見に行っていた家族の子供たちは今や大学生になっており、これらの実写リメイクがアニメ版オリジナルの劣化コピーに過ぎないことに気づいてしまったのだ。はい、ということで本日はですね、いよいよ公開となります実写版モアナ。この評価表と興行収入予測が壊滅的となってしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回のポイントはね、最近このロッテントマトの評価表なんて全く信用されてないでしょ。ただその一方で、この実写版モアナに関しては、批評家たちの言ってることはね、その DI が足りないとか、そういう話じゃなくって、公開前から一般のオーディエンスが言っていたことと全く同じであるということですよ。つまりこの批判の理由が一致してるんですね。なので今回のこのモアナに関しては逆張り的な感じでね、スコアが下がってるというよりは、一般の感覚と同じ感覚でこのスコアがついているというのは、ちょっとこのモアナにとっては怖いところかなと思いますね。なのでね、実際公開されてみたら、ここがね、80%、もしくは 90% となり、公開前に言っていたこと何だったのというレベルの高スコアがつけば、前売りを買っていない層もね、呼ぶことができるかもしれませんよね。実際ね、スティッチに関しては、このようになってますから、だからもしね、この実写版モアナが万が一失敗するなんてことになってしまうと、今後のね、ディズニーの、とりあえずリメイクしとけと、こういった体制も変わってくる可能性はありますよね。あとね、先ほどもありましたが、今回ね、前売りチケットがあまり売れてないと、こういった状況があるのであれば、考えられる要因としてはね、2024年にモアナ2公開したばっかりでしょ。で、その時点で前作から8年経ってるわけですよね。おそらくこのタイミングで、多くの人がモアナ1、ディズニープラスでね、復習したんじゃないかなと思うんですよね。で、もし今回の実写版モアナが、ほんとね、アニメ版と何も変わりません。同じです。っていうことになると、そういう人たちにとってはですね、2年前に見たばかりのものが、もう一度上映されるって話になるだけなんですね。じゃあこれを見るためにわざわざ劇場に足を運ぶのか。ここもね、もしかしたら、この前売りチケットの売れ行きがいまいちだという原因の一つになってる可能性はありますよね。日本ではね、こちらにあります。7月31日から公開です。これ今月ですよ。ブクタはね、なんだかんだ見に行くかなと思いますが、皆さん見に行かれますか？見に行くよという方いらっしゃったらね、ぜひ教えてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。